皆さんこんにちは、ズーです。早速島繰りしていきます。今回の島は自作のマイデザインをたくさん作った島繰りです。こんな感じで白いタイルのマイデザをたくさん描きました。久しぶりの島繰りなのでもうすごい筆が乗っていろんなパーツを作っちゃいました。まずは飛行場前に広場を作っていきます。形としては真ん中に草地を残してその周りにちょっとマイデザを複雑な形に敷いていきます。今回のマイデザのポイントは角が尖らず丸くなっている R がかかっているところです。私前回の動画でブレーカーがお気に入り家具だって言ったと思うんですけど、よく見るとブレーカーも角が丸くなっているんですよね。で、さらにお気に入り家具を上げると R な街灯なんですけど、これもポールの上の部分が丸くなっています。こういうカーブや弧を描いているような丸みのことを R とか R がかかっていると言って、じゃあこの R は何なのかというと、半径の英語 Radius の頭文字から来ています。道路とかの土木地面だと、このカーブ部分に R イコールなんちゃらという風に書いてあります。私はこの R がかかっているのがすごい好きで、家具でも雑貨でも建築でもすごい惹かれちゃいます。なので今回マイデザに取り入れてみました。ちょっとどのタイミングでマイデザを公開するかはわからないんですけど、気に入ったら使っていただけると嬉しいです。タイルのマイデザは基本的に左右対称にしていて、左側の手前だけ道を伸ばしておきます。単調な作業なので10倍速でお送りします。次に昔描いたタイルのマイデザインを敷いていきます。こちらはタイルの継ぎ目が10日になっていて、地面の草が見えるようになっています。一部色を変えたり整えたりとリメイクして、また公開予定です。左側は後で家具を置いて建物を作るので、今のうちにマイデザを敷いておきます。はい、こんな感じです。次は迷ってますね。右往左往した後、スコップを取り出して植物を植えていきます。さあ、行くぞ。次は家具を飾っていきます。中央に噴水を設置して、お気に入り家具の R な街灯やベンチを多めに置いた人がたくさん行き交う噴水公園を作ります。編集の仕方なんですけど、今吹き出しの状態からこの辺に飾るを選択して家具を置いてると思うんですけど、どうですかね。というのも、動画の後半からはこの辺に飾るを選択した後の吹き出しが消えた状態からカットした動画をつないでいるんですけど、ゲームの使用上画面がグワングワン動いて見づらくないかな、画面用意しちゃわないかなと悩んでまして、よければどちらの編集方法が良かったかコメントで教えてください。とりあえずカメラを起動して見える部分だけ建物を作ります。噴水公園がだいたいできたので、次に右側に道を広げていきます。こちら側は島クリエイトのレンガの道の上にマイデザインを貼っていきます。マイデザの角っこは10日の部分があるので、レンガの道は避けて貼っていきます。中央分離帯チックなマイデザも作りました。幅3マスだとだいぶ狭いですけど。
今回お借りした前レザは作者 ID を載せておきます。横断歩道を縦横を敷いて、せっかくなので前に作った道草の前レザも敷いておきます。ある程度道ができたので、イメージを膨らませるために家を引っ越しました。入り口から見るとこんな感じです。住人のお家も引っ越します。はいと、白とオレンジがテーマに合っていていい感じです。引き続きしまくりやっていきます。タイルの前レザが結構細かくて情報量が多いので、道以外はシンプルにまとめていきます。もちろん道以外もみっちり家具とか前レザを敷いて密度を高くしてもいいと思うんですけど、これはこれでメリハリがついてアメリカの住宅街みたいな雄大さがあって可愛いと思います。家の周りはレンガの柵で囲います。厚盛りを始めて5年くらい経ちますけど、実は初めて使いました。明るめの色で可愛いですね。家の周りに生活感のあるアイテムを飾っていきます。飾り柱は入り口っぽくなるのに一役買ってくれています。この辺りはゴミ捨て場っぽくしておきます。私実はゴミ捨て場も結構好きなんですよね。小屋っぽい形だったり、箱型、折りたたみ式、あとはネットをかけたり、地面に置くだけのところもあるみたいです。個人的に出会った面白いゴミ捨て場は、岩手県盛岡市の折りたたみ式のやつです。使わないときはすごくスリム。よかったら皆さんが使っているゴミ捨て場がどんな種類か教えてください。気にも留めたことなかったという方はぜひ着目してみてください。地域の色が出て意外と面白いです。小さめの池を作って消波ブロックを置きます。消波ブロックは岩場や砂浜に飾るのが普通だと思うんですけど、草地でも意外と可愛いです。入り口から見るとこんな感じです。風車以外はあんまりよく見えないですけど、隙間が埋まって情報量が増えました。緑も少し足します。続いて右側を作っていきます。木製のフィールド看板にレンガの前レザを貼って塀に見立てます。入り口は同じくレンガの前レザを貼ったキューブライトを2つ重ねて、塀よりも少し高いレンガの柱に見立てます。キューブライトの明かりは意外にも消さない方がマッチしていたのでそのままです。去年ツイッターに上げた画像で好評だったこの雰囲気で今回のしまくりをしようと思ったんですけど、タイルの前レザを作ったことによって思ったより街感のあるより都会的な感じになっちゃいました。これはこれで全然好きだしワクワクするんですけど、この画像の雰囲気もいつかやりたいです。道路に合う家具を緑色を中心に飾っていきます。今回のしまクリエイトはメインカラーがオレンジと白で、サブカラーが緑、そしてアクセントカラーがピンクと水色でやっていこうと思います。だいたいメイン 70%、サブ 25%、アクセント 5% という比率だといい感じに見えるらしいですが、このしまくりの場合、サブカラーの割合がもう少し多くなるかもです。いつもの自分ならアクセントカラーに黄色とか濃い青を入れがちなんですけど、今回は新しい試みでパステルカラーをしかも2色取り入れてみます。オレンジの反対色は青色なので、この2つが相性がいいのは間違いないんですが、ピンクとオレンジも意外といい感じですね。黄色だと類似色になるので、ど
ちらかというと馴染む方向に行きそうですが、ピンクだと派手すぎず程よい差し色になる気がします。ザ・庭っぽい家具をチョイスしました。ココナッツのパンケーキは地味にお皿がアクセントカラーを意識してます。切りよく左側のお店も作っていきます。このあたりから前半と編集方法が違うので、ちょっと見比べてみて、どっちがいいか教えていただけるとありがたいです。西部の街並みでパーゴラをぐるっと囲って、角は同じ色の電話ボックスを置いて、店の形をなるべく四角に近い形にします。入り口を作って看板を置いたらお店の完成です。最後に左側も少し手を入れておきます。ここまで来て大事なことを話すのを忘れていたのに気づいたんですけど、尺がないので次回のしまくり動画で詳しく話します。すいません、ちょっと語りすぎました。ということで今回のしまくりは完成です。